ちは皆さん。私は日本語先生です。ゆっくり話します。なぜなら私はいつも落ち着いています。でも今日は楽しい時間を過ごしましょう。今日のテーマはホームステイの冒険です。エマさんという外国人が日本に来ました。エマさんはホームステイをします。そこでたくさんの日本語を学びます。それではエマさんの物語を始めましょう。準備はいいですか？始めましょう。エマさんは外国人です。日本に来たのは初めてです。ちょっと緊張します。とエマさんは言いました。でもエマさんは楽しみです。その日の朝、エマさんは東京の家に着きました。とても暑い日でしたが、空は青くて綺麗でした。ここが私のホームステイの家ですか？とエマさん、ドアがゆっくり開いて、いらっしゃいませとおばあさんが言いました。エマさんはにっこり笑って、こんにちは、よろしくお願いしますと答えました。おばあさんはエマさんにお茶を入れました。どうぞお茶を飲んでくださいとおばあさん。エマさんはちょっとドキドキしながら、ありがとうございますと答えました。おばあさんは続けて言いました。あなたの部屋はこちらです。エマさんは大きな荷物を持って、ありがとうございます。とても助かりますと言いました。その晩、エマさんはダイニングルームで家族と一緒に晩ご飯を食べました。テーブルにはたくさんのおいしそうな食べ物がありました。おばあさんは笑顔で言いました。どうぞたくさん食べてください。エマさんは答えました。ありがとうございます。おいしそうですね。それからおばあさんはエマさんに尋ねました。お箸は大丈夫ですか？エマさんは少し恥ずかしそうに、お箸はまだ練習が必要です。おじいさんが笑顔で言いました。大丈夫ですよ。ゆっくり練習しましょう。エマさんは恐る恐るお箸を使ってご飯を食べてみました。やった、できましたとエマさんは声を上げました。晩ご飯の後、おばあさんはエマさんに言いました。日本ではごちそうさまでしたなお言います。これはありがとうの意味です。エマさんはにっこり笑ってごちそうさまでしたと言いました。こんにちは皆さん。今のお話でたくさんの大事な表現がありましたね。一緒に振り返って勉強しましょう。まずはどうぞたくさん食べてください。この表現は親切に頼むときに使います。例えば、どうぞお茶を飲んでください。どうぞ座ってください。次は、お箸は大丈夫ですか？これは親切に聞く表現ですね。大丈夫はいいですか？いや問題ありませんか？という意味です。最後にごちそうさまでした。これはとても大切な日本の挨拶です。ご飯を食べた後にいつも言います。
箸は大丈夫ですか？ごちそうさまでした。こんにちは皆さん。今から短い練習をします。エマさんと同じ瞬間を想像してください。練習1、お箸の使い方。あなたはホームステイの家にいます。おばあさんが尋ねます。お箸は大丈夫ですか？どう答えますか？はい、大丈夫です。または、いいえ、練習が必要です。練習中に食べ物を勧める次はあなたがホストです。ホストとしてこう言います。どうぞたくさん食べてください。友達は答えます。ありがとうございます。おいしそうですね。練習中に食べ物を勧める次はあなたがホストです。ホストとしてこう言います。どうぞたくさん食べてください。友達は答えます。ありがとうございます。おいしそうですね。こんにちは皆さん。今日はとても大切な表現を学びましたね。エマさんの物語を通して日本のマナーと挨拶も勉強しました。例えば、どうぞたくさん食べてください。お箸は大丈夫ですか？ごちそうさまでした。これらの言葉は毎日の生活でとても役に立ちます。少しずつ日本語を勉強すればもっと上手になりますよ。皆さん頑張ってくださいね。日本語はゆっくりでも練習すれば楽しくなります。次の回ではエマさんがさらにいろんなことを学ぶ姿を見ましょう。